ネットにはびこるクリエイターに憧れるあまり、自分では作品を作れないから他人に作らせようとしている諸君、こんばんは。クロスアートクリエイターのライドレックスです。今回は、クラウドワークスやココナラといったクライアントワークを行っている人たちに対して、一言言いたいことを動画にした。先に結論から言おう。クリエイターへの報酬が低すぎである。クリエイターを買い叩きすぎであり、発注者側が非常識であると言いたい。では、その理由を話そう。俺は現在、BGM 音楽制作の仕事と 3D キャラクターモデリングの仕事を探していて、それらの仕事がないか検索をかけているのだが、仕事の募集はあっても、どれもが非常識に報酬が安すぎるのである。例を挙げると、BGM 作曲について、ボーカルなしの BGM 作曲を検索すると、どの発注者も1曲1500円から5000円で作ってほしいと書いてある。小学生の小遣いの金額の話をしてるのだろうかと目を疑う。労働基準法の最低時給をガン無視した報酬額である。1500円で曲を作るには1時間以内で完成しなければ赤字となる。5000円だとしても3時間程度で完成させないと赤字である。仮に生成 AI 出力の楽曲でも良いのであれば、AI 楽曲は3秒で出力できるから1500円でも良いかもしれないが、彼ら発注者が言うには、絶対に生成 AI 楽曲は NG だという。その理由は、チューンコアなどの音楽配信サイトに登録できないからだという。だから手作りで曲を作れというのだ。だったら、1500円やら5000円やらという報酬額は、人をバカにした金額である。しかもその金額で著作権も一緒に譲り渡せというのである。その著作権譲渡料も込みで1500円だの5000円だのと言っているのである。逆に聞きたい。あなたが仮に作曲できる技術を持っていたとして、1500円や5000円で曲を他人に譲れるのかと聞きたくなる。こんな低価格の募集に応募するクリエイターがいるのだから呆れてしまう。こういう非常識な募集を減らすには、クリエイターが団結してストライキしなければいけない。そうしないと報酬額はいずれ500円に下がり、その次は100円に下がるだろう。なんでこんな非常識な金額を提示しているのだろうと探ってみたところ、YouTube 上で BGM で稼げるぞと情報配信している人間を多数見つけた。その多くは AI 音楽サービスであるスノー AI を使用して3秒で曲を量産し、それを大量に音楽配信サイトに登録して稼ぎましょうと言いふらしていた。だが、そういう何も考えていない奴らのアイデアを聞いた視聴者が、音楽に興味もないのに AI で曲を量産して、配信サイトに大量投稿したせいで、音楽配信サイトは AI 作品の登録を拒否しだしたのである。現在はほとんどすべての配信サイトで AI 音楽は配信禁止となっている。それで、どうなったかというと、AI を使って金儲けしろと言いふらしていた連中が、今度はクラウドワークスやココナラで、作曲家に発注して手作りで曲を作ってもらえばよいと言い出した。そして、その報酬額を5000円程度にしておけと言いふらしているのである。この金額を見たクリエイターたちが、コメント欄で怒っている。非常識な金額を言うな、などと書き込んで激怒である。俺もそう思う。金額は動画内で語るべきではないと思う。視聴者は真似しかできない連中だから、言われた通り5000円以下で作ってくれるクリエイターを探すのである。これで、日本の賃金はどんどん下がるわけだ。解決するには安い仕事は拒否するしかない。それも全てのクリエイターが拒否しなければいけない。こんな安い金額でやるくらいなら、自分自身で音楽配信した方がマシなのである。5000円稼ぐ自信がないクリエイターが申し込むのである。確かに BGM だけ配信しても1曲の売り上げが5000円に満たない人も多いだろう。それは視聴者に Spotify などで1曲聴かれても 0.5 円程度しかもらえないからである。数百万再生されても数十万円にしかならないから、よほど有名なアーティストしか稼げないわけだ。では、どうやって音楽で稼ぐのか、様々なやり方があるが、一般的にはライブイベントを開催して、入場チケットを売って稼ぐとか、T シャツなどのグッズを売って稼ぐ、音楽だけではなくミュージックビデオを売って稼ぐ、などである。
ライドレックスの方式は、アニメのミュージックビデオを売るという方式である。ジャケット画像をジグゾーパズルや額装絵画にして売ったり、T シャツを売ったりしている。まだ、ボカロ P デビューしたばかりだから、これから作品を増やしていくのである。ところが、音楽もミュージックビデオも作れない人間は、他人に頼むしかないから、クラウドワークスなどでクリエイターを探すのである。そして自称プロデューサーと名乗ったり、自称アーティストを名乗って、著作権込みで買ってきた他人の曲を配信している人が多いのである。それで買い叩きたいのであろう。解決策を提案したいのだが、曲だけ発注せずに、その曲のミュージックビデオや関連グッズを作って、それらの二次創作商品をメインの収益としたらよい。二次創作商品は一次創作の曲がなければ作れないのだから、最初に作る曲は重要である。何も考えず、適当に曲を大量にアップロードして、どれか当たればいいななどという、下手な鉄砲かズーチャ当たる方式は、現代の無限コンテンツ時代には成功しない。きちんと視聴者ターゲット層とアーティストのプロデュース方針を決めて、曲を作るべきだ。歌物ではない BGM だったとしてもそれは同じである。一つのアーティスト名で音楽ジャンルの異なる作品を出したら、ファンが離れる。例えば、演歌ばかり出していたアーティストが、急にラップを歌い出しても統一感がないし、クラシックピアノ演奏のアーティストが、いきなりエレキギターでロック調の曲を出しても世界観がめちゃくちゃになる。金儲けしたいだけだからといって、他人に作曲させて、複数の作曲家から買い取った世界観バラバラな曲を、一人のアーティスト名で配信しても成功なんかしないのである。そういう人たちが多くて、世界はもうめちゃくちゃな状態である。次の話として 3D モデルの価格である。VTuber や個人制作のインディーズゲームが盛り上がってるおかげで、3D モデルの需要自体は多くなっている。しかしながら、その制作報酬が安すぎて問題なのである。発注者の希望価格を見ると、たったの数万円で、著作権込みで 3D モデルを作ってほしいという。それは不可能である。数万円という価格は 3D ではありえない。数万円は一般的に 2D イラストの価格であり、3D モデルに着せる衣装の展開図ですら、それよりも高い金額である。考えてみてほしい。3D モデルをフルスクラッチで一から作るには、数ヶ月かかるのが普通だ。各種プラットフォーム上できちんと動くように骨を入れて、ウェイトを塗って、衣装も描き込んで、顔の表情や口の動きも全部仕様に沿って動くようにして、それらを実際にアプリ上で動かして、エラーが出ないところまで持っていくには数ヶ月かかる。それをたった数万円で引き受けられようか。仮にモデルの制作に2ヶ月かかるとして時給計算してみよう。1日8時間労働で月に25日働くとして、2ヶ月で400時間である。報酬を仮に5万円とすると、5万円割る400時間で時給125円である。現在の日本の最低時給から考えると、この報酬額は10分の1であるから、正当な報酬額は最低でも50万円となる。俺が考える正当報酬も最低金額50万円であり、上は青天井だが、現実的には300万円くらいまでが正解だと思う。これらの金額には著作権譲渡料金は含まれない。著作権譲渡料金の相場は、最初に支払われた制作費用の2倍から3倍が適正価格だと言われている。だから、50万円で制作を引き受けたモデルを著作権込みで譲り渡すなら、150万円から200万円で売らなければいけない。そしてそれが常識的な価格である。200万円で制作したモデルは600万円から800万円が適正価格だ。それを支払えない開発費しか用意できないなら、3D ゲームや VTuber のプロデュース企画はやめておくべきである。ゲームも VTuber もデビューさせてからさらにお金がかかる。イベントごとに衣装を作ったり、新キャラを増やしたりという形で、初期の予算の何倍も金がかかるだろう。数百万円しか用意できない企業が成功するわけがない。企業に属さない個人 VTuber ですら、自分の YouTube チャンネルに1000万円以上の広告費を使ったりする時代なのである。番組のメインキャラクターの制作費を
たったの5万円で収めようなどという態度の会社組織は成功しない。スタッフ全員やる気がなくなって解散であろう。銀行や株主から金を借りてでも最初にきちんとしたモデルを作るべきである。一度デビューさせたキャラクターを後から途中変更するのは難しいのだ。それまでのファンが離れたりするし、小道具や衣装も新しいモデルに合わせて作り直しになるだろう。考えてみたらわかる。ドラえもんのデザインに飽きたからといって、連載途中から手足が異常に長いドラえもんにしたり、色を青からレインボーに変えるわけにはいかないのである。今回俺が言いたかったことは以上である。クリエイターに支払うギャラをケチって、クリエイターのやる気をそぎ落とし、低価格相応の仕上げにされるようなキャラクターで天下を取れると思うな。仮に天下を取って有名になった時に、この主人公モデルの価格は5万円です。と胸を張って言えるのか。何も仕事をしていない仲介業者に何百万何千万という金を支払っておきながら、実際に作業するクリエイターの報酬が5万円などという日本では天罰が下るぞ。それでは最後に一言。クリエイターの皆さんは非常識に安い報酬の仕事は全て拒否して、自分で完成作品を作って販売しましょう。